まあ鋼の包丁はもう本当に最初にシンプルに言えば、はい、鋼の包丁は錆びやすいけども、はい、パフォーマンスが高い、うん、でそのパフォーマンスって何っていうと、よく切れるようにしやすい、うん、で、それは研ぎがしやすいからっていう、うん、まあその研ぎがしやすいっていうのも技術と砥石を選びにくいのよ。はい、そうだからあまり技術がない人が研いでも、で砥石もそんなにすごい高級なものじゃなくても、やっぱりいい刃がつきやすいっていう、それ結果最終的にまあ切れるようにしやすいっていう、はい、そういうパフォーマンス、道具として使うというところでのそのメンテナンスのパフォーマンスが非常に高い、はい、っていうので鋼の包丁はすごく優れてるんですけども、錆びる。でステンレスの包丁は非常に錆びに強い、はい、でも超お手入れが楽、はい、水ついても少々ね、はい、ほっといても大丈夫ですよと、はい、その代わりやっぱりそのちょっと砥石を選ぶ、で特に高い包丁になって硬くなればなるほどやっぱりまあそのよく削る砥石を買わなきゃいけないとか、でやっぱり粒子が非常に粗いので同じように研いだのにあれなんか今日はあんま切れないなとか、その日によってばらつきがやっぱり出てしまうっていうのも、それはその研ぎがうまい下手っていうのではなくて包丁の金属の問題も出てくる可能性もあるので、そういったところでやっぱりその努力の結果がちょっと得られたり得られなかったりっていうそういうところもあったりするのかなと、そこがまあステンレスと鋼の違いなんじゃないかなと思いますね。やっぱりお客さんによく質問されるんですよね、ステンレスと鋼何が違うのって、一番多分聞かれる質問なんじゃないかな。でも本当に今おっしゃったように簡単にやっぱステンレスは錆びにくいという意味でお手入れは楽、でも鋼は錆びるんだけど研ぎやすいという意味でのお手入れは楽だと思うんですよね。だからそういうそこのベースの部分っていうのは結構一番シンプルで分かりやすい回答なのかなと。よくね、結構鋼をすごいずっと研究してきたから、逆にねステンレスのいいところってすごい分かりやすいんだよね、もう錆びに強いっていう。ただ鋼のいいところってあんまりね調べて明確にした人がいなくて、それでずっとやってきたっていうのがあるんだけども、ただいつの間にかなんか鋼推しで鋼大好きなんですよねって言われるんだけども、意外にそんなこともなくて公平であってほしいだけなんだよね。そうなんかねちょっとその批判じゃないんだけども、どうしてもやっぱり鋼を踏み台にしてなんかステンレスを売るっていうような、なんかね錆びる包丁と錆びない包丁どっちがいいですかっていう話をされる方がいて、やっぱりそこだけ言うたらそれはねパフォーマンス一緒なんだったら絶対錆びない方がいいに決まってるじゃないっていう、それが結局そのスポットライトを片方だけに当てすぎてるっていうのが、その知ってる人からすると完全にポジショントークというか、自分とこの製品がステンレスだったら鋼をダメっていうし、鋼しか扱ってないとこだとステンレスより切れ味いいよって言ってるし、じゃなくてどっちもいいでいいじゃないですか。どっちもいいしどっちも悪いとこあるんだから、その別にそれを踏み台にしてお互いがこうスポットを当てまくるから、じゃあそこを見てる層はそこしか見えないから、じゃあステンレスの方がいいじゃんってなっちゃうし、ここしか見てない層はじゃあ鋼の方がいいじゃんってなってしまうから、その知識の偏りがすごい生まれてしまう。だからお互いがお互いのいいところを分かり合って、じゃあ僕はここが苦手だからここはお願いねって、そういうお客さんはそこで買ってもらえばいいしっていうふうに、お互いその公平なというか、お互いを尊重し合った説明であったりっていう情報の提供であったりっていうのを見てるお客さんにしていけば、お客さんも買う時にその偏った知識の状態で来ないんで、多分何も分かってないのに鋼の方がよく切れるからって買ってかれて錆びたんだけどみたいな方もいるんですよ。だからそのメリットのとこしか、よく切れるっていうとこしか当てなかったり、じゃあステンレスだったらステンレスで錆びにくい、切れるっていうとこしか当てないんで、じゃあ研げませんとかっていう、そこのデメリットが出てきた時にクレームになるっていうのをすごい僕も見てきてて、だから極端なんですよねやっぱり。そこをどっちもちゃんと説明してあげて、その中でお客さんはどこを一番大事にされてますかっていうのがやっぱりお互いやるべきだなというか。そう本当にねそこはとても大事だよね。だからね鋼はものすごく研究してすごくいいところも分かってるけど、ねステンレスもめっちゃやってるんで。
でこれ砥石もそうで、ね、天然砥石好きな人ってあんまり人造砥石をよく思ってない方もいるんですけど、そうですね、うちバリバリ天然砥石採掘ね、グループでやってて、はいはい、その傍ら人造砥石もめちゃくちゃやってるんで、やっぱり両方いいところあるんだよね。だからどっちかでなんか成立してるわけでもないし、やっぱりまああくまでも選択肢のうちの一つっていう形で捉えて、やっぱりね、いいところ悪いところをきちんと理解して、ちゃんと自分の目でまあね、知識で選ぶっていう、その上でね、まあ、知らないところをまあね、その専門家に尋ねていただくっていうのがやっぱりいいよなと思いますね。いいとこ悪いところもあるし、できることできないことっていうのがあるんで、ただやっぱ発信する側としても断定した方がなんかインパクトがあるっていうのは絶対あると思うんですよ。やっぱその方が数字も伸びるし分かりやすいし、でやっぱ僕らはそこをやっぱお客さんに選択肢を与えるっていう意味でそういう情報発信の仕方をしたいなっていうのが一応コンセプトとしてあるんで。そう、まあね、本当に、まあ、さらに言えばね、鋼ってどこからどこですかっていうね、白だけで言ってます。じゃあ1号2号3号どれですかとかね、深掘っていくといろいろやっぱその中でも違いが出てくるっていうのはあるんで、本当にね、個性がそれぞれあるので、まあ難しいですけど、シンプルな回答もありつつ深掘った内容もあるので、もっと深掘りたい人はそれこそ鋼ステンレスの2つだけじゃなくて、じゃあステンレスの中にはどういうものがあるのか、鋼の中にはどういうものがあるのかっていう動画も多分載せていくので、もっと深く知りたい人はそっちを見ていただければいいし、一講座のみで語るとかもありですね。多分何時間とか話せますそういうのもだから本当に知りたい人は見ていただけばいいし。まあなんで錆びないっていうと、その酸化皮膜っていう膜を貼るんだよね。だからまあ分かりやすく言えば自分でサランラップ巻く能力持ってるみたいな、そう厳密に言うとまあ、酸化っていう意味では錆びてはいるんですよね。ただそれがみんなが想像してるその赤サビみたいなものじゃなくて、その赤サビを起こさせない起きるよりも早く別の酸化ができて、もうなんだろう、反応手を結んじゃってるから酸素がそこになんだろう、その鉄に対してこう結べないというか、まあ、一個薄い膜ができちゃうから、まあ、それがステンレスの中に含まれる成分が。ただまあ酸化皮膜の話はね、すっごいわからないのが、じゃあどれぐらいの力加減でどういう形であれば取れるのか、じゃあどのスピードで膜ができるのか、なんかピッてやったらすぐ修復されるみたいなのは書いてありましたけど、何秒でとかは書いてないですけど、じゃあそんなに簡単に取れるものなのか、どんなもんなんだろうね。そうだからそこら辺がねやっぱりよくわからない。でも実際煙突とかでステンレス研いでるとめちゃくちゃ錆びるんだよね。だからまあ確実に膜が壊れてる中にも水が入って錆びてるんだろうなって、水とかがなんか阻害するみたいなのは見たことがあって、水とか塩分とかが。ただじゃあね、膜が張ってる上に水が乗ってるんだったら阻害されないじゃない。そうですね。そうでもじゃあ膜を取ってから水を乗せるって言った時に何秒、どっちが速いかってことですよね。水が触れるスピードとその酸化の、でもそう考えると水の方が速いってことになりますもんね。その酸化皮膜が形成されるスピードよりも意外に遅いんじゃないのっていう。その水が酸化皮膜の形成を阻害するっていうのはなんか見たことがある。っていうことはそこまで速くないってことなんですかね。ただ簡単に取れすぎて水が乗ってるところの下を何かでこするような動きがあった場合、そのまま膜だけそこだけ取れて水がポチャンと乗るのか、まあねちょっとそこら辺の原理がね言ってることは分かるんだけど、なんかもう一つ分かんないんだよね。で阻害されたからといってさっきの作ってる時に起きるような本当に真っ赤な錆は全く出ず、いわゆる光色って言われるようなね、ピンホールとも言われたりするんだけども、点錆っていう丸い粒で貫通するような深くなっていく錆しか出ない。そうなんかもう一つよくわからないそうでもそうですね。ステンレス自体はそのクロムっていう成分が含まれてることで、赤サビになる前に酸素と結合して薄いその
まあ、バリアじゃないけど、うんみたいのを形成するから錆びにくい、まあ、赤錆びになりにくいということでいいんですかね。そうだと思うんだけどね。なんかまあ、腑に落ちない。そのなんか膜が形成されるスピードとか、その膜の厚みとかを実験してる人いないんですか？膜はね、なんかなんか数ミクロンかなんかそういうのを書いてらっしゃる方がいらっしゃったような気がするんだよね。ただやっぱりそのね、どれぐらいのスピードで形成されるのかとか、そこら辺はちょっと見た記憶はない。それはもうそんなこと錆の度合いによるんじゃないですかね。それこそなんか中までこう入っちゃってるようなやつだといくら削っても穴みたいにボコボコ虫歯みたいに出てきたりすると、まあダメになった錆びてしまったところを全部除去すれば別に新品にも戻せる。どこまで深いかっていうのはちょっと削ってみないと分かんないかな。表面の錆だったら磨けば落ちるかなっていうの